こんにちは、ゆかです。どうやったら自信のある自分になるのかについて、ある女性起業家の方のお話を伺う機会があって、私はね、とても尊敬しているところもたくさんある方のお話だったし、その方の言ってることを納得するところもあったし、ところがね、一方で私の考え方と少しだけズレがあるようにも感じたんですね。なので、そのことについて、ちょっとね、ここで話したいなと思ってます。まずね、自分に自信があって、心地よくいるためには、その女性起業家の方はね、まず見た目から整えましょうっていう話をしたんですよね。で、その見た目から整えましょうっていう話をしていて、その中でね、いくつかあった。まず、整形。お金があって直せるんだったらやっちゃいましょうと。あとは、できるだけハイブランドのものだとか、お金がかかってそうだなって見える服を着ましょう。そういう持ち物で身を固めましょうっていうことを話されてました。で、それをね、私は完全にも否定しないんですよ。っていうのが、確かに人っていうのは他人を見たときに何で判断するかっていうと見た目なんですよね。パッと見てどういう人なのかなって事実に基づいてない情報かもしれないけれども想像するんですよね。あんな素敵なワンピース、風に揺らぐようなね、薄い生地のワンピースを着ている。あの人いつもああだから、きっとそういう薄い生地の服を着ても毎日が回るようなね、せかせか一日中家の中お掃除したりだとか、お料理したりだとか、雨の日に外出なくていいような、そういう生活をしてるんだろうなっていうことを想像する人もいる。優雅なゆったりした生活をしてる人っていう印象を持たれるかもしれない。それだとか、すごく本当の実生活とはかけ離れていても、ブランディングとして自分をどう見せるかっていうのって、やっぱりどういう人を仲間として自分のもとに連れてきたいのかだとか、どういう人がターゲットだよっていうふうに分かりやすくするっていう意味でもすごく意味のあることではあるんですよね。外見を整えるっていうのはね。なんだけど、確かにそこはそう。しかもね、その女性起業家の方がおっしゃってたのは、そうやって自分ができるだけその方はね、いかにもわかるブランドものを着ることにこだわってるらしいんですけれど、まあ着たりとかね、持ち物として持つことにこだわってるらしいんですけど、そうすると、どこかに行った時に、私の扱い方が違うんだと、お店の人たちも自分を大切に扱ってくれてるような気がするっていうことを言うんですよね。で、それも一理ある。もちろん、きちんとしたセッティングのとこに、ボロッとしたシミだらけの服を着てやってくる人がいたら、やっぱりね、周りの雰囲気が良くなくなりますよね。例えば、きちんとしたね、格式あるレストランなのに、テーブルマナーもなってなくって、なんかちょっと適当なあり合わせの服を着てきたみたいな人が来たら、そこのレストランに来るためにね、きちんとドレスアップしてジャケット羽織ってとかね、そういう風に来ている周りの人たちの気持ちを損ねることにもなりかねない。だから、レストランのサーブしてる人たちはきっとね、そういう適当な見た目で来た人をいい席には通さないですよね。できるだけ外から見えない奥の席にあると思う。奥の席っていうのは厨房に近かったり、トイレに近かったり、窓際からできるだけ遠くにやると思う。で、そういうふうに確かにね、いい扱いを受ければ、人がどう自分を扱ってくれるかっていうところから自信を持つってことは可能なんだと思う。でね、その面では私はね、その女性起業家の方の考えに同意するところはあるんですよね。ただ、私は
外を整えるのも、もちろんね、自分が心地よくいるために外を整えるのはありなんだと思うんだけれど、内側からの働きの方が自分にとってストレスもないし、しかも長持ちするんじゃないかなって思ったんですよね。でね、私の言うこの内側からの働きっていうのはね、自分が自分でいて心地がいい状態っていうことの意味なんですよね。どうしてね、外側からの働きかけっていうのは、自分が自信を持とうと思った時に弱いかって思うかっていうと、その外側からの働きかけっていうのは、見栄えを整えることで自分をよく扱ってくれる、自分を素敵だと思ってくれる、裕福だと思ってくれる、優雅な生活をしてると思ってくれるっていう、周りの人たちの目によって自分の気持ちを高めて、自分が自信があるっていうふうに思ってくるっていう作用だと思うんですよね。でもそれってみんな他の人の力を借りて自分が自信を持つっていう作用なわけ。でもね、たった一人、周りに誰もいなくっても自分に自信を持って、自分でいることに確固たる自信を持って心地よくいられてっていた方が、私はね、絶対に楽だと思うんですよね。どこにいても常に自分のなり得る最高の自分として自分を認識してるっていうのが続けば、その方が楽だと思う。誰が褒めてくれなくても、誰がチヤホヤしてくれなくても、自分っていうのにね、自信を持っていられればね。で、それって、やっぱり自分軸を持つっていうことの大切さってやっぱそこだと思うんですよね。もちろんね、周りの人の助けによって自分がより良い自分になっていくっていうね、そういう面があってもいいと思うんだけれども、やっぱり自分っていう揺らがない軸、それをね、いかに自分で鍛錬していくか、磨いていくかっていうところを突き詰めていくとね、やっぱり内側にあるものが凝縮されれば、じわ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 と自分の見栄えに染み出てくると思うんですよね。うん。例えばね、すごく勤勉で、頭の回転も速くて、すごく賢くてっていう人は、そういう賢そうな顔になる。絶対に、外に出るときに、どんなに取り繕っていても、そういう雰囲気が出ちゃう。あってはいけない汚れがどこかについていたりだとか、何かね、持ち物を一つ扱うにも、その存在な取り扱い方を見てると、あの人はきっと自分の持ち物も大切にしていないんだろう。家の中も大切にしていないもので溢れてるんだろう。きっと、こうね、自分の内にあるものってみんな外に出てくるものだと思うんですよね。で、それでね、自分が自信があるかないかっていうのってね、常に同じところに状態があるとは限らなくて、やっぱり人間だからいろいろ失敗もするじゃないですか。でもね、失敗した時に、その失敗してしまった自分を受け止めて、修正してっていうことができるかどうかってところじゃないかなって私は思っていて、すごく若い頃ね、私も自信のないところもあって、ここがもっとこうなったらいいなとかね、例えばもっと背が高ければよかったなとかね、もっと足長ければよかったなとかね、もうちょっとね、あの、人とね、こういう風に付き合えたらいいなとかね、いろんなことを思ってたんですよね。でもね、なんかね、年齢を重ねるごとに自分でいるのがすごく楽になってって、自分はね、もうこれでいいやっていい意味での諦めが出てくるんですよね。どうやっても顔も変わらない、体型も変わらない、大きくはね、痩せたり太ったりっていうのはあるけど、
で、それをね、だんだん受け入れることで、じゃあ、今自分が持ってるのはこれだから、さらに自分のなりたい自分になるためには、どうしていけばいいのかっていうね、こうね、前向きな諦めっていうのかな。それをね、やっぱり自分の中に落とし込むことで、すごく変わったように感じる。で、私が、そのね、もう自分はこういうもんで、そんな大して変えられるもんじゃないと。じゃあ、今あるところから自分をどういうふうにね、なっていきたいのかっていうふうに、考えてね、こうだとかに移していくようになって、すごく私は自信のある人だって周りの人から認識してもらえるようになったんですよね。で、私は美容整形とかね、特別そういう全身ブランド物で固めましょうみたいなそういう趣味はないんだけど、自分に自信があるかないかっていうのは、自分が決めることだと思うんですよね。外の誰かが自分をこう見てくれるから、そうなんですよ。自分はこういう人なんですよって表現するわけじゃなくって、誰が自分のことをどう見ても、自分はこういう人間なんだよっていうのを自分の中で持っていること。だから、周りの誰がどういう風に言っても関係ない。そうじゃないと、例えば何か自分でこれからやろうとしてることがあったと思う。で、外から自信をね、持ってこようっていう人はね、きっと誰かに肯定してもらいたいって思うんじゃないかな。だから、自分の周りにいる人たちは、自分を潰さない、そんなことできないよっていうんじゃなくて、きっとできるよって応援してくれる人ばっかりなんですっていう状態でね、ありたいと思うんですよね。でも、それって、そういう時もあるけれども、やっぱり人間って生きていれば、いろいろな人たちと共に、時にはね、人間関係で揉まれて生きていくもので、どっかのね、特別なね、コミュニティだとかに入ってない限り、絶対人生の中でね、そんなのできないよ。そんな夢物語みたいなことをあなたにできるはずもないよっていう風にね、言ってくる人っていると思う。でも、外に承認求めるんじゃなくって、内側からね、自信っていうのをね、もし、こ出せる自分っていうのになったら、そういう他の人の承認はいらない。自分は、今の自分はできないかもしれないけれども、努力すれば絶対に自分はできるようになるはずだっていう思い込みでも何でもいいけど、そういうね、たくましさっていうのが必要じゃないかなと思って、最近、こんなこと言うとね、嫌に思う人もいるかもしれないけれど、多様性だとかね、そういうことを言われるようになって、どんな自分でいても、みんなに受け入れてほしいって思う人もね、増えてるような気がするんですよね。でも、人間がね、これだけ地球上にいれば、絶対に価値観も違うし、価値観が違かったら、自分にとっていいことがみんなにとっていい、素敵だなって思うものとは限らない。そしたら、やっぱり自分がすごくいいって思ったものが、周りにいる人たち全員に嫌だって言われちゃう可能性も、なきにしもあらずなんですよね。その時に、外から自信を引っ張ってこようとする人たちは、やっぱりね、状況を変えて、自分を肯定してくれる人たちがいるところに行きたいと思ってしまうかもしれない。でも、自分の内から自信をこう作っていこう。確固たるものにしていこう。湧き上がらせてこようっていう風にする人は、
周りのみんなが良くないって言っても、自分はこうなんだって貫ける力があるんじゃないかなと思って、この長い人生生きていく上ではね、やっぱり外じゃなくて内から自信のある自分っていうのをね、作っていく方が絶対に強いと思った。歯いじったり、整形したり、ブランド物身につけたりとかじゃなくって、これが自分で、自分の信念はこれなんだ、自分にとってはこれがいいと思ってるんだっていうのをね、周りの人がどういう反応をしてもそれでいいじゃない？自分はこれでこれでいいと思ってるんだからってね、ある意味、尖れるような、割り切れるような、そういう強さって必要だなって思います。うん。ということでした。はい。では今日も聞いてくれてありがとう。じゃあねー。